ここはドルドーニュ。南西フランスにあるボルドーから東に電車で約1時間。先史時代から残る歴史と遺跡。美しい中世の街並みとたくさんのお城。美食家たちもうなるグルメ。広大な自然とドルドーニュ川。私はここでイギリス人の旦那さんマークと暮らしています。便利ではありませんが豊かな暮らし。私の名前はアキです。縁もゆかりもないこの土地で出会ったドルドーニュの魅力と素朴な田舎暮らしをお届けします。今からちょうど1ヶ月前、お庭にお野菜畑を作りました。今回はその後それぞれどのように成長しているか、どんなお野菜を追加で植えたのかというお野菜畑を紹介するツアーをします。まだまだ収穫から程遠いものもあれば、実はもう収穫したものまであります。お野菜のレイアウトについては、一緒に植えていいものと悪いものがあるようで、いろいろ調べてから、植えました。で、奥から順番に紹介していきますので、今後皆様も家庭菜園をされるようであれば、何か参考になれば嬉しいなと思います。ちなみに1点だけ、植えた後に間違っていることに気づいたものがあります。それがここの、ズッキーニとじゃがいもです。どうやらズッキーニとじゃがいもは隣同士に植えたらダメなようで、3日前にズッキーニを植えたんですが、またちょっと近いうちにどこかに移動しようと思います。もともとじゃがいもの横にはコリアンダーを植えたんですけれども、多分野鳥が食べてしまったせいか一つも発芽しませんでしたので、ちょっとまた別のお野菜を考えたいと思います。畑ですが、このように木の板で仕切って、こっちの芝生が中に入ってしまわないようにしたのと、このように石を敷きました。まずこちらは玉ねぎ。順調に育っているのは少しだけです。そしてこちらはトマト。スーパーで買ったものを植えてみましたが、なかなか順調に育っているようです。やり方は2話で説明していますので、よろしければご覧ください。ちなみにこの一つだけ大きいトマトは別のプランターから移し替えたものです。ここにはトマトを植えた覚えはありませんが、気づいたら何かしら野菜が育つことが時々あります。その理由は我が家の堆肥のシステムにも関係していると思いますので、ここで少しご紹介します。私はこの箱をキッチンに置いていて、キッチンで出た生ゴミ、卵の殻とかコーヒー豆とか、あとはお野菜の皮などを、この箱に入れて、溜まったらこの堆肥用の箱に入れています。この箱には、土とか落ち葉、そしてこのキッチンの生ゴミが入っていて、一緒に入れて混ぜておくと、数ヶ月すると堆肥になるので、それを畑用に使っています。キッチンで出た生ゴミを直接プランターに植えることもあり、それが今回トマトが生えてきた原因かなと思っています。ちなみにこれも勝手に育ちました。まだ実をつけたことがないのでわからないですが、どうやら唐辛子みたいです。こちらがピーマンで、こっちがキュウリです。どちらも小さい実をつけてかなり順調に育っています。そしてこちらが追加で植えたズッキーニです。種から小さいポットで育てて大きくなったのでこちらに移しました。ズッキーニは毎年植えていますが、今年はズッキーニの花も食べてみたいと思っています。そしてこちらはじゃがいも。
こちらもスーパーで買ったものから育てました。ここには人参を植えましたが、実は一つしか発芽しませんでした。人参は発芽するまでがとっても難しいようで、とりあえずもう一回全体的に植えてみました。バターインゲンも育ってきましたが、今年初めてなので今後どう育つのかまだ分かりません。最後にこちらは20日大根。こちらは実はもうすでに1回収穫しています。20日大根は実は20日では育たないというのが今回知ったことです。今からこちらの壁をピンクに塗って最終的な仕上げをしていこうと思います。もともとこの壁は白一色だったんですけれども、やはり少し寂しいなということで、壁の下半分の部分にこのようなデザインを加えることにしました。少し前にこのデコレーションの木の枠を近所の DIY ショップに買いに行ってきましたので、皆さんフランスの DIY ショップにどこまで興味があるかちょっとわからないですが、少し店内の様子も動画に撮ってみましたので紹介します。マークは DIY ショップに行くのが好きで、いつも家でもカタログを見ています。この日もフレームを買いに来たと思えば他のものを見始めました。Bricolage fermera ses portes dans 15 minutes et vous invite à vous rapprocher des caisses. Nous vous remercions de votre visite et vous souhaitons une agréable journée. これはあと15分でお昼の閉店時間ですという放送です。どうやらこのまま必要なものだけを買って帰ることができそうです。ちなみにこの辺りのお店はお昼の時間帯は約2時間ほど閉店になるところがほとんどです。アイディアはいろいろあって、木の板をこの壁全体に貼って、デコレーションを施して色を塗るなど考えたんですが、今回最終的にたどり着いたのが一番シンプルなもので、結局はこの木のデコレーションされたフレームをこのような箱型に切って直接壁に貼りました。ちなみにこのピンクの色は私のこだわりで、白いペイントに赤を足してピンクを作ったんですが、その後に茶色を結構足して落ち着きのあるピンクに仕上げました。こちらが先ほどマークが切ってくれた木のフレームです。まずプライマーという白いペンキを塗ってからピンクを塗ります。それを糊で壁に貼ります。で、上と下にもこのようなアクセントのボーダーを加えて全体をピンクで塗ることにしました。日本ではクッションモールディングという素材も売られていて、簡単に切れてシールみたいに貼れるものもあるそうです。好きなデザインと色にして楽しむことができ、ドアや窓枠などアイディア次第でアレンジできるのでとってもおすすめです。ちなみにこちらのお部屋全体のリフォームに関してはまた別の動画で紹介します。エピソード1で紹介したお部屋のリフォームのアップデートを今回またご紹介します。あの後天井をつけました。天井にはまず断熱材を敷き詰めて、その上にこちらのドライボールと呼ばれる板をネジで留めます。この板1枚の重さは
7キロほどで、大きいサイズもありますが、私と2人で天井に持ち上げないといけないため、小さいサイズでやりました。その後にこの部屋の唯一の入り口であった扉をこのように塞ぎました。あと今マークがこの壁全体をプラスターリングしていますので、それが全部終わったら壁紙を白く塗って壁紙を貼ろうと思います。で、壁紙ですが、これは最近届きました。この部屋は青をテーマにしようと思っていて、こういう感じのものをインターネットでオーダーしました。イメージはこんな感じです。すごく気に入っていますので、壁紙を貼るのがとっても楽しみです。ちなみにここはもともとドアがついていて、小さい物置みたいなスペースだったんですけれども、それも下を塞いで、この上のスペースで、私が今までに集めた、アンティークな食器などをここにデコレーションできたらいいなと思っています。またリフォーム進みましたら、次の動画でご紹介します。もしこちらの動画が面白かったなと思ってくださった方は、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。今回の動画もご視聴くださりありがとうございました。